サチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。レンタルバイクお金かかるんだわ。だいたい1回2万ぐらい、2万以上かかるんですよ。自腹なのよ。マジ破産しそうなんでですね、チャンネル登録にですね、ご協力をお願いいただけたらなと思いますので、深くよろしくお願いいたします。チャンネル登録マサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。マサチャンネルのマサです。こんにちはじゃないよね。こんばんは。いや、こんばんはじゃないのよ。今ね、朝の5時なのよ。だから、おはようございますですね。それでですね、今、私が乗ってるバイクが、まあちょっと見えないと思いますけども、ADV160 です。以前ですね、PCX160 をレビューしたことがあるんですが、その時ね、風圧がちょっとあまりにきつすぎて、あれね、今までで一番風圧がきついバイクだわ。ADV160 じゃなくて、PCX160 の方ね。で ADV160 はさすがにアドベンチャーバイクなので、まあちっちゃいながらもね、立派なウィンドシールドがついておりますので、だいぶね、ウィンドプロテクションは良きですね。ただ、高速を巡航しようと思ったら、もうちょっとね、長めのシートが欲しいかなという感じはしつつ、今ですね、新東名120キロ区間を走っております。で、高速自体はね、やっぱホイールベースが短くて、タイヤも小さいですからね、直進安定性とかがどうかなと思いますけど、まあそんなね、これは大変だわっていう感じではない。普通に走れちゃいます。メーター見ないで、まあ心地よく走ってる感じで、出てるスピードがだいたい95から105ぐらいですね。ですけど、やっぱりエンジンパワーがなくて、100キロ、今100キロ巡航時ね、9500回転からレッドゾーンなんですけども、8000回転回ってます。まさちゃんの動画だからだいぶ回ってると思うんですね。で、高速乗ってて、その一番ちょっときついかなっていうのはね、スピードの上下がすごく大きいです。要するに、下り坂になると、バーっとね、110ぐらいまで出ちゃうし、上り坂になるとね、80ぐらいまでバーっと落ちちゃうしね、まあそういったところで、勝敗器量は気を使うのかなという感じをしますが、それを除けばね、まあ至って快適に走れちゃうかなという感じはいたしますね。そしてなんだ。120キロ負荷なんだわ、ここ。なのでね、まあ ADV163 はどのくらい出るのかなというところなんですけど、実はね、ADV150 時代にはね、デビューしてるんですよ。でそれはね、まあ個体差もあろうかなと思います。ギリギリのスピード域なんで。ただね、115ぐらいだった気がしますね、最高速的にはね。で、160になって、どうかなと。で僕はもうね、最高速はそんな伸びないんじゃないかなと予想はします。ただ、そこまでに到達するスピードがね、すごく速くなってると思うんですね。要は加速性能ですね。150から140に変わってポテンシャルが上がってるのは分かりますけども、最高速がどのくらいか一回チャレンジしてみたいかなと思いますね。それではちょっと右に出まして、じゃあここで一気に開けていきたいと思います。全開ですよ。今100キロです。せーの、ドン。ちょっと右行きましょうか。緩やかに加速してってますね。そうかな、118、9ぐらい。ちょっとここ下ってるかな、そんなことないか。これを見てると、120まではちょっと厳しいかなという感じがしますけど、ちょっとつけてみようか。つけたら変わるか。つけても変わんないな。変わんないか。このくらいが限界かな。119。
こんなもんかな。ちょっと下り坂で試してみたいのが、ちょうどね、レッドゾーンをもう超えちゃってんだよね。1万回転ぐらい回ってるから、120キロ近くになると、もしかしたら回転リミッターに当たってる可能性がありますよね。ちょっと80キロまで落として、加速してみましょうか。どういう加速するか。せーの、ドン。全開ですよ。見てもらったらわかるんですけど、ある程度ね、ちゃんと加速してきますからね。こんなもんか。ちょっと登ってるとこんなもんだね。でもなんかね、皆さん思ってるよりね、加速してると思うんですよね。もう一回やってみましょうか。今80キロね。せーの、ドン。今110です。このくらいまでは普通に加速していくから、なのでね、ちょっとトロトロした車、トロトロした車って言ったら表現は悪いかもしれないけど、遅い車とか追い抜くのは全然問題ないんですよね。今100キロです。100キロでレーンチェンジしてみましょうか。レーンチェンジはね、さすがにホイールベースが短くて、タイヤも小さいですから、結構クイックにね、スーッとこう行きます。ただね、そんなにね、不安定感もないんですよね。100キロから110キロの加速、ちょっとやってみましょうか。せーの、ドン。どうですか？速いでしょ？もう一回、せーの、ドン。いやーね、苦しいのはわかりますよ。苦しいのはわかるんですけど、出ますからね、ちゃんとね、スピード的には。朝旅。では、もう一回。今、限界です。こんなもんか。こんなもんだな。なんかね、あからさまにちょっと一回緩めて、もう一回全開でしょ。スーッとこう加速していくんだけど、この辺まで来たときに、118、198、9ぐらいまで来たときに、ふーっとね、なんか、緩む気がするんですよね、加速が。だから、もしかしたら、回転リミッターに当たってるかもしれないね、これね。多分ね、僕はもう回転リミッター当たってますね。緩やかでも加速していく感じがしない。なんかちょっと、クッとね、なんか、せき止められたような感じがするから、回転リミッターなのかな。っていうことなので、やっぱ ADV160 的にはですね、120は出ないです。118ぐらいで1万回転、9500回転がレッドゾーンのスタートで、1万回転のところで、ちょっと回転がもうそれ以上回らない感じになりますので、回転リミッターに当たってるかなと僕は思います。もしね、詳しい方いらっしゃいましたら、ぜひ教えていただきたいなと思いますね。やっぱね、高速走ってて一番気になるのは、やっぱり段差ですかね。まさちゃんの動画段差の初期のこう受けがね、初期の入力が強いです。ダーンってこういうところですね、来ますね。なので、なんかこう、ぼーっとしてるっていうかね、ちょっと、ぼーっとしてるって言ったらいいのかな。時にこうドーンと来ると結構びっくりするから、そこが一番不快なのかな、そこだろうな。結構腰に来るんで、直立のバイクだから。
なので、ちょっと気抜いてる時にダーンと来ると、結構腰がやられる系の、まあこれでぎっくり腰になることはないでしょうけど、ちょっとね、高速乗って気になるのはそこかなという感じですね。その他はね、こうレーンチェンジしてもクイックにぐーっと行くし、直進安定性も全然悪くないし、まあやっぱ横風には弱いですよ。横風には弱いですけど、まあ問題なく、今までね、トラックの間バンバン走ってますから、まあ問題ないですよね。あとね、振動もね、お尻には確かに感じますけど、そんな、これは振動がきついぜっていう感じではない。お尻に感じます、振動をね。ただそんなにきつい振動ではないし、エンジン音もね、非常に静かです。うなっちゃってエンジンがですね、どうにもなんないぜみたいなね、感じはしないですね。まあ、100キロぐらいで走ってると、エンジン回転数的には先ほど言ったように8000回転ぐらいです。9500回転からレッドゾーンなので、そこそこは回っているんですが、相当静かにエンジンを作っていただいているので、すごく回ってるなという感じはしません。なので、この子はですね、シールド、ウィンドシールドですね。スクリーンをもう少し長くしてもらったら、相当長距離性能があると思うのと、あとは燃費かな。高速走ると一気に悪くなりますね。今ね、ちょっと話戻すけど、ウィンドプロテクションどっから当たってるかっていうとね、風が、ノーマルのこのシールドの場合ね、こう手をね、こうかざすと、ちょうどね、口ぐらい、顎よりもちょっと上ですね、口ぐらいから当たってきます。なので、あと、どうかな、15センチぐらい、できれば20センチぐらい長いシールドがあったらいいかな。20センチあっても、僕の身長165センチで、視界に入ってくるようなことはないので、20センチ高くても問題ないかなと思います。20センチあったらね、すごく楽だと思いますよ。で、さっきね、燃費実は注意だよっていうことをね、伝えたかったんですけど、やっぱ高速走ってこんだけ回ってると燃費良くないです。通常は多分リタ40以上は走ると思うんですけど、先ほどこの感じで走って100キロちょっとで入れたんですけど、そしてですね、ADV160 に関しての動画はですね、この他に足つき取り回しチェック、それからワインディング2本、3本ですね、全部でね、動画となっておりますので、もしよろしければ概要欄から見ていただきますと、ADV160 に関しては全てわかるんではないかなと思います。そしてね、今回ね、500マイルツーリングというね、この ADV160 を借りて出ております。なので、そちらを見ていただけると、この ADV160 のね、長距離性能っていうのもわかるんではないかなと思うので、そちらもぜひご覧になっていただけたらありがたいかなと思います。概要欄にね、リンクできればリンクしておきますので、ぜひご視聴いただけたらと思います。そしてマサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられて、ぜひですね、チャンネル登録にご協力をお願いいたします。まあ、映えないおっさんの YouTube ではございますが、私だって映える女の子の YouTube を見てた方が楽しいですよ。そりゃそうでしょう、皆様。しかしですね、レンタルするのにですね、1台2万ぐらいかかるんですよ。それをですね、毎週のようにこのところ買い取りまして、まさしくレンタルバイク破産をしそうでございます。ぜひチャンネル登録にご協力をお願いいたします。それではまたチャンネルこれにてバイナリー。